今日は琴が含まれる楽器グループチター族のスタイルを解説していくよ。ギターのように持つ弦楽器はリュート族、琴のように置く弦楽器はチター族って呼ぶ。どっちも同名の楽器名が名前の由来だよ。リュート、チターはスノでも効果はある。琴のような置くタイプの弦楽器は世界各地にいろいろとあるから、その楽器名をスタイルにしてみよう。それが今日のテーマってことだよ。今日解説するのはハンマーダルシマー、コンサートチンバロン、ペダルスティール。それぞれの楽器スタイルがどんな音を出すか、まずはインストとボーカル曲で聴いてみよう。笑顔が揺れる時に新しい音が響いて、君と一緒に奏でれる。チター族、琴の仲間の楽器スタイルがどんな音を出すのか聞いてもらったよ。ハンマーダルシマーは西洋の楽器、西洋風でポップスと相性がいいね。実は曲調を強くポップスに変える効果がある。後半の実例を聞くとその効果がわかるよ。コンサートチンバロンは東欧の民族楽器、東欧の民族音楽っぽいメロディーを奏でるよ。19世紀にコンサート用に改良されて、その時代にいろいろな音楽で使われたから、民族音楽の古さがあまりなくて現代的な印象も受けるスタイルかな。ペダルスティールはハワイ発祥の楽器だよ。独特のポワーンって音が印象的だね。ハワイに西洋のギターが持ち込まれた時、ハワイの人は特殊なギターの演奏をした。指の代わりに鉄の棒で弦を押さえてギターを膝の上に乗せて演奏したんだ。その特殊な演奏方法に合わせて形もギターから箱型に変化したよ。ペダルスティールはアメリカにも広まってカントリー音楽でも多用されたから、このスタイルにハワイらしさはあまりない。曲調を変えずに楽器音だけを曲に入れるよ。それじゃ次は他のスタイルと混ぜた時に楽器音がどう変化するか聞いてみようか。混ぜるスタイルは R&B、 インダストリアル、同人にしたよ。いろいろなことがあるんだ。笑顔が揺れる時に新しい音が響いて、君と一緒に奏でる。いろいろなことがあるんだ。笑顔が揺れる時に新しい音が響いて、君と一緒に奏でる。
3種類のツター族のスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。どれも特徴がはっきりしていて効果も強いので使いやすいスタイルだと思う。ただ文字数が多いのが欠点だね。入力が面倒だとそれだけで使いにくい。ダルシマーやシンバロンのように楽器名だけにしても一応効果はあるよ。でもハンマーやコンサートを入れた方が明確に効果は強かった。ということで長い表記を採用したよ。入力は面倒だけど仕方ないね。このタイプの弦楽器の音が好きな人なら面白く使えるスタイルだとは思うよ。それじゃまたね。